様こんにちは、セリナです。今回は4月28日発売、4月21日より先行発売を行っているディオールサマーコレクションから発売されているサンクプルールクチュールの限定色2色をメインチャンネルでご紹介したメイクルックとはまた別のパターンをご紹介していきます。メインチャンネルではそれぞれのパレットの5色全色を使ったメイクルックをご紹介しましたが、今回は 2,3 色を使った簡単なメイク方法でそれぞれ2パターンずつご紹介していきますので、カラー選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。各パレット1色ずつの単色塗りや同時に発売されている限定ハイライトとマキシマイザーの限定色1色はメインチャンネルでご紹介しておりますので、もっと詳しく知りたいという方はぜひメインチャンネルもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではまず233のエデンロックを使ったメイクパターン1つ目をご紹介していきます。1つ目のメイクはこちらのブルーのカラーをメインに使ったメイクです。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。メインチャンネルではブルーを塗る前にブラウンを仕込んでおいて、より使いやすいようなメイクパターンをご紹介させていただきましたが、今回はベースにホワイトを仕込んで涼しげなイメージに仕上げていきます。こちらも絶妙な変更感でピンクっぽいニュアンスも感じられるので、ベースとして塗っても浮く感じがしなくて使いやすいです。続いて左下のカラーを指に取って目尻を濃く目頭に向かって薄くなるように目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。ベースにホワイトを仕込んでおくことでブルーが強く発色しすぎないのと、伸びのいい粉質なので一色でも綺麗にグラデーションになるところが使いやすいポイントです。ホワイトと組み合わせることで一気に夏らしいイメージに見せてくれます。最後に付属のチップの太い面に左上のカラーを取って下まぶた全体に入れていきます。はい、こんな感じで1つ目ブルーをメインにしたメイクルックが完成しました。メインチャンネルでご紹介した時のようにベースにブラウンなどのカラーを入れておくとブルーも浮かずに使いやすいですが、今回のルックのようにあえてホワイトをベースに塗っておくとブルーの印象を際立たせて爽やかなイメージに仕上げることもできます。こちらのブルーのカラーがくすみ感と深みがあるので、ホワイトと組み合わせてもブルーが目立ちすぎてしまうということもなく、派手すぎる印象になってしまうこともなく、反対にブラウンなどのカラーと組み合わせるとブルーが沈んで見えるのが気になるという方は、こういった明るさが出るような組み合わせもすごく素敵だと思います。下まぶたにオレンジを入れることでトレンド感もアップして見えるので、ブルーを際立たせたいという方にはこういった使い方もおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。2パターン目はこちらの3色を使って普段使いもしやすそうなメイクパターンをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーはパールによる艶めきがものすごく綺麗だったので、単色塗りでも可愛くてベースにも向いているカラーです。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。上からこのオレンジを重ねることでベースに塗ったブラウンカラーがより柔らかくなります。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。最後に付属のチップの太い面に中央のカラーを取って
下まぶた全体にのせていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目は先ほどメインで使ったブルーとホワイトを使わずにオレンジとブラウン系の3色で仕上げてみました。パレットの見た目だと少し難しそうなアイシャドウに感じますが、こういったベーシックなメイクから先ほどのようなブルーをメインにした夏らしいメイクまで楽しめるので、いろいろな使い方ができてすごくいいですよね。この柔らかいオレンジカラーのニュアンスがすごく絶妙で可愛いなと思います。着てみるとこんな感じです。ベースに塗った中央のカラーが目元に綺麗な立体感も出してくれるので、一見ベーシックな色合わせですが洗練された印象に見せてくれます。では続いて533のリバージュのパレットを使ったメイクルック1つ目をご紹介していきます。1つ目はイエローとオレンジをメインに使ったメイクです。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このイエローゴールドのカラーもすごく柔らかくてヘルシーなイメージに寄りすぎてしまったり明るすぎるイメージに仕上がってしまうこともなく、とても絶妙だなと思いました。大人っぽさも楽しめるイエローカラーですね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までオレンジを重ねていきます。少しだけ目尻側を濃くしてアクセントをつけていきます。付属のチップの太い面に中央のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。はい、533のパレット1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。メインチャンネルでご紹介した全色を使ったメイクルックの時よりもイエローとオレンジをしっかりと発色させているので夏らしいカラーメイク感が増しているかなと思います。ただベースに発色させたイエローゴールドのカラーが強いゴールドというよりも柔らかくてふんわりとしているイエローカラーなので明るすぎたり派手すぎたりするカラーメイクという感じではなくて大人っぽさもあるようなカラーメイクが楽しめると思います。引きで見るとこんな感じです。それでは最後2パターン目のメイクです。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際を中心に締め色として塗っていきます。ベースに塗ったホワイトのカラーに偏光ピンクのニュアンスを感じるのでこちらのピンクブラウンとの相性もものすごくいいです。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に細くイエローを重ねていきます。上からこのイエローを重ねることで少し柔らかいニュアンスがプラスされます。最後に付属のチップの太い面に中央のカラーを取って下まぶた全体に入れていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目はブラウンのカラーをメインで使ったので先ほどとはまた違ったイメージに仕上がったかなと思います。ベースに塗ったホワイトカラーにもこのブラウンにもピンクのニュアンスが効いていてブラウンもホワイトと組み合わせることで涼しげなブラウンメイクという印象に仕上がると思います。また上から重ねたイエローゴールドはあまり主張しないですがふとした時にキラッと立体感を与えてくれています。着てみるとこんな感じです。
相手はこんな感じで4月28日発売、4月21日より先行発売を行っているディオールサマーコレクションの限定アイシャドウパレットのメイクパターンをご紹介していきました。メインチャンネルではどちらのパレットも5色を使ったメイクルックをご紹介させていただいたので、今回は 2,3 色で仕上げられる簡単なメイクルックをご紹介しましたが、どちらのパレットも組み合わせるカラーによって全然印象が変わりますよね。今回の限定アイシャドウは何といっても伸びの良い粉質でシアンの発色なところがものすごく使いやすかったです。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。